こんにちは、北谷です。軽トラキャンピングカー DIY 第18弾。約半年続いたこのシリーズも今回で最終回。最後の仕上げを行っていきます。まずは屋根のガルバリウム。継ぎ目のコーキングだけでは不安だったので、ゴリラテープで補強します。続いて内装の天井。こちらは合板の継ぎ目が気になったので白い布テープで隠します。跳ね上げ窓が開閉しやすいように取っ手をつけたら合わせて鍵もつけます。鍵はちょうどいいものがなかったので丸型金具とカラビナを使いました。車中泊に必須の一酸化炭素チェッカーをつければシェルの完成です。そしてついに軽トラがやってきました。シルバーのスズキキャリーです。軽トラに乗せるためシェルを倉庫から出します。箱型になって以来ずっと倉庫内に置いていたのでうまく外に出せるか不安でした。問題の段差はジャッキを使いながら少しずつ乗り越えていきます。時間はかかりましたがなんとか外に出すことができました。あとは単管パイプで櫓を組んで軽トラに乗せるだけです。何度か切り返しながらいい位置まで軽トラを持っていきます。ジャッキベースを回すとき、イレクターパイプを使うと簡単に回せました。櫓を解体すれば乗せ込み完了です。最後はシェルと軽トラを固定します。固定にはチェーンとターンバックルを使用しました。全部で4箇所固定したら軽トラキャンピングカーの完成です。細部に至るまで全ての箇所に思い入れのあるシェル、感無量です。天窓からしっかり光も入ってとても明るい室内になりました。というわけで早速息子と最寄りの道の駅で車中泊です。読める？清川？じゃあ行こうか。こっちは来たからね。うん。
じゃあ乾杯しよう。開けれる？あげる。あげるに書いてない。あ、こっちだ。じゃあ乾杯。まだ食べれるかしまずはこれ。スペースが広くなった分、車内でゆったり過ごせました。念願が形になった軽トラキャンピングカー。自分の手で作る過程も楽しかったですが、これからの旅も楽しみです。はい。じゃあ、おやすみ。おやすみ。新しい相棒との物語。皆さんも一緒に楽しんでいただけると嬉しいです。それではまた次の旅でお会いしましょう。